稼げる人と稼げない人の5つの違い。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回はバカでも最短で億を稼げる習慣について解説していきます。あなたはお金持ちになりたいですか？きっとみんななりたいって考えています。それなのにお金持ちになれる人は本当にごく一部です。多くの人がお金持ちという夢に向かって走り出す前から諦めています。どうせ夢に見たようなお金持ちにはなれない。このまんま同じような日常を過ごして一生を終えていくに違いない。自分にはお金を稼ぐ力なんてない。才能もない。頭のいい人しかお金持ちにはなれない。そんな感情を抱いている人はとても多いです。確かにお金を稼いでいる人は頭が良かったり、誰にも持っていないセンスを持っています。でも最初から持っていたわけではないです。諦めないでください。頭が悪くても、今ずば抜けたセンスがなくてもお金持ちになることはできます。今回は誰でも最短で稼げるようになる習慣を5個解説していきます。今回の動画がためになった、勉強になった、稼ぐためのモチベーションが上がった人はいいねやコメントをください。最短で億を稼げる習慣の1個目、なぜお金持ちになりたいのか、理由をはっきりさせる。お金持ちとそうではない人の決定的な違いがあります。それはお金持ちになりたい理由がはっきりしているかどうかです。お金持ちになれない人はこの質問の答えが漠然としています。なんとなくお金持ちになりたい。いい家に住みたい。フェラーリに乗りたい。一生仕事しなくてもいい人生を送りたい。家事も掃除も家政婦に任せて遊んでいきたい。これははっきり言って漠然としすぎています。多くの人はお金持ちになったらフェラーリに乗りたい、タワーマンションに住みたい、海外旅行に毎月行きたい、そう考えています。しかし本当にお金を稼いでいる人はそのように考えないです。本当にお金を稼いでいる人はフェラーリに乗りたいから絶対お金持ちになる。タワーマンションに住みたいからお金持ちになる。このように考えます。この違いがわからない人はお金持ちになることができないです。お金を稼げる人はお金を持つことが目的ではなくて手段として捉えています。自分のやりたいことはお金がないとできないことを理解しています。まずはお金が必要。だから稼ぎ方を考えたり勉強をします。あなたはなぜお金持ちになりたいですか？これに明確な答えが出ない人はお金持ちになることができないです。具体的にするにはポイントがあります。具体的にするにはなぜと自分に問いかけることです。例えば一生遊んで暮らしたいという漠然とした答えしかない場合、これになぜと問いかけてください。すると今の仕事を続けたくないという次の答えが出てきます。これを3回ほど繰り返してください。この例えでいくと、今の仕事を続けたくない。それはなぜか。長時間労働をしていて疲れているからとか、人間関係が嫌だからという答えが出ます。それはなぜなのか。働いている企業がブラック企業体質で社員の仲が悪い。このように答えがどんどん出てきます。漠然とお金持ちになって一生遊んで暮らしたい、そう考えるよりも、お金持ちになったら今働いているブラック企業ともおさらばできる。それならやるしかない。そう考える方がモチベーションも高く保てます。またこのなぜと深掘りした答えは自分にとっての大切な価値観です。自分の価値観を大事にしながら、なぜ自分はお金持ちになりたいのかよく考えてみてください。2個目、目標と計画に基づいて行動する。お金持ちを目指して行動する上でこういう考え方は捨ててください。お金持ちになれるのは偶然。そう考えることです。お金持ちのことを悪く言ったり、運が良かった、そう考えるのはやめてください。富は偶然手に入るものではないです。大事なのはこの2つです。計画と具体的な目標です。
お金持ちは計画と具体的な目標を決めています。楽してお金が手に入ることなんてないです。ではどうやって目標と計画を立てていけばいいのか、とりあえずこれだけやってみてください。それは必要なお金を計算することです。お金持ちになるのに実際いくら欲しいのか考えてください。裕福さ、お金持ちの考え方は人によって違います。毎年1億円くらい収入がないと使い切ってしまう人もいれば、毎年500万円の不労所得があれば全然暮らしていける人もいます。キーとなるのは自分にとっての裕福さっていうのはどの程度なのかを明確にすることです。おすすめの方法はまず1年間に使っている金額を概算で出してみます。1ヶ月の使っている金額が分かればだいたい1年間でどのくらいの出費があるかを計算できるはずです。次に十分と言える年収の目標を立てます。使っている金額に対して目標の年収を設定することで目標が現実的になります。まずは目標をクリアにすることです。例えば目標の年収を1000万円と定めたなら、この目標をクリアする選択肢を考えます。より多く稼げる企業に転職をする、弁護士とか会計士になる、月で80万円以上の配当金をもらえるように投資の勉強をする、本業の収入30万円と副業の収入50万円の達成を狙うなど、様々な選択肢が見えてきます。あとは自分の適性、向き不向きを考えて行動してみてください。お金持ちは決まって細かい計画を立てて目標達成を目指して日々行動しています。これは誰だってできることです。ぜひやってみてください。僕の YouTube 図書館も1日1本必ず上げれるように計画と具体的な目標を立てています。3個目、短時間で効率的に仕事をする。お金を持っている人は時間に余裕があります。なぜ余裕があるのか。お金持ちはほぼ 100% 時間の使い方に厳しい人が多いです。1秒も無駄にせずに目標にコミットしていくのがお金持ちの習慣です。今の職場でこの作業本当に無駄だなって思うことないですか？例えば減ったり増えたりもしない製品の在庫を毎日数えたり、請求書を毎回紙で印刷して上司の印鑑をもらってファックスで流したり、毎回 Excel にその日のリストを手打ちしたり、一日の業務を客観的に見てください。意外とたくさんの無駄な作業があります。そんな業務があれば自分のためになる仕事とそうでない仕事に分けてください。自分のためになる仕事に専念して自分にしかできない業務に取り組むことによって効率的に成果を上げることができます。結果的に年収アップにつながります。自分のためにならない仕事は他人に仕事を振ってしまうか、もしくは自動化をして業務自体の負担を軽減する改善をしていきましょう。そうすることで短時間で効率的に仕事をすることができます。まずはあなたが普段行っている業務で自分のためになる業務とそうでない仕事に分けていきましょう。4個目、10年後の未来を想像する。10年後の未来を想像したことってありますか？僕は10年後、20年後を視野に入れて勉強したり仕事をするようにしています。大学生の頃は公認会計士になっていろんな企業の決算書、ビジネスモデルを見ていつか起業するって考えていました。10年後にどんな仕事をしているのか一度考えてみてください。10年後の自分の健康状態はどんな感じなのか考えてください。多くの人が目の前に必死で10年後のことを考えていないです。長期的な視野で物事を考えられる力が今の時代では非常に重要な力です。最低でも10年という長い目で見て、自分はこれから何に力を入れたらいいのか見通せる力を身につけていきましょう。なぜこの力が大事なのか、例えば学歴を例に挙げてみます。偏差値の高い高校や偏差値の高い大学に受かる学生は将来どういう職業に就きたいかしっかりと決めている人が多いです。これは社会人になってからのキャリア形成でも言えます。例えば30歳で年収の高い業界に転職するために20代はいろんなことを経験してたくさんの情報をインプットしようと長期的な目線で考えている人と、すでに目の前のことにいっぱいいっぱいの人では成果も出てくる結果も大きな違いがあります。10
10年後の長期的な視点で物事を考えることはビジネスでもとても大切です。ここでは未来を見る力の鍛え方を紹介します。それは過去から未来への変化を読み解くことです。例えば電子マネーを例にします。最近ではいろんな電子マネーが出てきています。だいたいどこの店舗でも電子マネーで決済ができます。しかし電子マネーが出てきた当初はなんだか怪しいって感じなかったですか？昔は現金派の人が多かったです。今の時代はクレジットカード、電子マネーを使うのが当たり前になっています。つまりこれからも電子マネーはどんどん普及していくと予想ができます。こうやって未来を見ていきます。この視点は自分のプライベートにも転用することができます。例えば今付き合っている人がいて結婚する予定なら、いつ結婚式を挙げて何歳で子供を産むのか、イベントを予想することができます。それをすることによってどのタイミングでお金がいくらかかるのか大体把握ができます。イベントを把握しておくと、あらかじめそれに向けた貯蓄や積み立てを前もって準備することができます。このように過去や現在の状況から未来がどうなるかを予想してみてください。100% 当てる必要はないです。3年後、5年後、10年後、どうなっていくかを考えることです。未来を見る力である先見力がどんどん身についていきます。まずはあなたの身の回りにある自分が利用しているサービスから過去から未来への流れを想像してみることをお勧めします。5個目、分かりやすく表現する。あなたは自分が思っていることを文章を書いたり人に話して伝えるのが得意ですか？お金持ちの人は分かりやすく表現する力を持っています。ではどうしたら表現力、伝える力が身につくのか。まずは自分の意見を持つことです。現代では様々な情報が溢れています。何が正しい情報で何が嘘の情報なのか、自分自身で見極める必要があります。そして自分の意見を持つことが重要です。その情報に対してどういった部分に賛成でどういった部分に反対なのか、はっきりと言えることが大切です。Twitter や Instagram などの SNS でも自己啓発本に書いてあることをそのまんま引用して発信している人を多く見かけます。これでは何の意味もないです。その言葉を自分の中でまずは理解してください。ここの部分は共感できるけど、ここの部分は共感できないという自分の意見を持ってください。自分なりの意見をはっきりと持つことが現代を生きる上で大切です。そして自分の意見を文章に書いたり言葉で伝えるスキルが大事です。今回はバカでもできるお金持ちになるための習慣を紹介しました。タイトルにある通り、バカでも最短で億は稼げます。そう信じてください。ではどうしたら稼げるようになるのか、今日伝えた5個の習慣を身につけてください。なぜお金持ちになりたいのか、理由をはっきりとさせてください。そして目標と計画に基づいて行動してください。目標がなかったらお金持ちにはなれないです。そして目標を達成するための計画を具体的に作ってください。さらに短時間で効率的に仕事をしてください。今あなたがやっていることには必ず無駄なことがあります。将来の自分のためになる、ためにならないものをしっかりと仕分けしてください。また10年後の未来を想像することです。積立 NISA などをやっている方は長期投資として20年後を視野に投資をしているはずです。仕事でも10年後、20年後を考えて今何をやるべきなのか考えて行動してほしいと思います。そして最後に分かりやすく表現する力を身につけることです。まずは自分の意見を持つことです。Twitter や本や Instagram で書かれている著名人の文章をコピーするだけだったら全く意味はないです。自分の意見を持ってそれを発信する、分かりやすく伝えるスキルを持ってほしいと思います。解説は以上です。まずは自分ができると思ったことから始めていきましょう。自分に合った方法で実践をして稼いでいる人の考え方を身につけてください。今回の解説が良かったという人、ためになったという人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。